本日の主役登場。恥ずかしいから今の聞かなかったことにして。別に誕生日が嫌いなわけじゃないよ。年に一度のイベントって響きはいいよね。響きは。まあ、一年に一回だけだし、たまにはこういうのもいっか。ありがとう。はあ、とうとうインタビュー当日が来てしまった。魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターが幸運を運んでくるとか、迷信もいいとこ。逃げたい。直接じゃなくてタブレットで参加できるようにしてほしいよ。何一人でごちゃごちゃ言ってんだ。レオナ氏、どうしてここにって。もしかして。てめえのプレゼンターは俺だ。なんか文句でもあんのか？いえ、ありません。よりにもよってレオナ氏が拙者のプレゼンターてか、ちゃんと来るの意外すぎなんだが。何一人でボソボソ言ってんだ。とっとと終わらせるぞ。早く終わらせたいのは同感。今日はよろしく。ほらよ、プレゼントだ。受け取れ。ありがとう。セオリー通りこの場で開封させていただきます。これはチェス盤とコマ、しかも全部木彫り。キングのコマがライオンの形になってる。爪とか牙の細かい部分もちゃんと彫り込まれてて、特にこのたてがみ、今まさにサバンナをかけているかのようなこの毛のなびき具合、再現度高っ。へえ、見る目あるじゃねえか。こいつは夕焼けの草原の工芸品だ。一つ一つ職人が手作業で仕上げてる。繊細さと力強さが共存していると美術品コレクターの間でも評判らしい。なるほど。職人技が光る工芸品をプレゼントに選ぶとは、さすが王子様ですね。ところで、これって規定の予算で買えるもんなの？伝統工芸品とかの価値ってよく知らないけど。さあ、実家から届いて以来ずっとしまい込んであったからな。1万ドルもかかっちゃいねえよ。お前はボードゲーム部だって話らしい。有効活用してくれるだろ。ああ、そういう。まあ、物は悪くないし別にいいけど、でもこれを部活の備品にするって正気か？どちらかといえばこじゃれたインテリアって感じ。自分用として普段使いするにもな。ああ、何か問題でもあるのかよ。拙者、自分が使う道具はこだわりを持って選んでまして、最も重要視しているのは実用性。手に馴染む作りになっているかどうかでモチベーションの差は歴然。その点、このチェス盤とコマは立派な細工のせいで持ちづらい。鑑賞用としてはいいんだろうけど。チェスは頭でやるもんだろうが、道具がどんなもんだろうが関係ねえ。実力のなさを道具のせいにするのはいただけないぜ。はあ、拙者チェスのネット対戦ではかなりの好成績を収めてますけど。口だけなら何とでも言えるよな。ほほう、じゃあこのチェス盤で一戦やります。吠え面かいても知りませんぞ。お手並み拝見といこうじゃねえか。勝っても負けても恨みっこなし。いざ尋常に勝負ですぞ。思いのほか時間がかかっちまった。インタビューは巻きで行くぞ。無人島に一人連れて行くなら誰を選びますか？ただし同じ量の人は除く。
とのことだ。まあそう来るよね。オルトで済ませたかったけど、そもそも誰とって話以前になんで行く前提？無人島なんて行きたくないが、外に出る時点で論外だし、電気もネット環境もない。完全インド派の僕が生き残れるわけないだろう。仮に救助が来るとしても、ソシャゲの連続ログインが途切れたり、崖物配信を見逃したりとか。もし留守の間に拙者のパソコンが外部からクラッキングされるようなことがあったらどうしよう。いや、セキュリティは万全を期してますよ。でも万が一にも中を見られるようなことがあれば、あんなデータやこんなデータが明るみに。いやー、無理無理。そんなの耐えられない。どんな手段を使っても急ぎ脱出せねば。はあ、いつになく饒舌なことで。無人島脱出 RTA の攻略メンバーに適してるのは、まずルーク氏。フィールドワーク全般が得意そう。でも陽キャ代表格だし、長時間一緒に過ごすのは勘弁。次にリリア氏。身体能力の高さと小回りの利く体格が強み。想定外の行動で引っかき回されそうでもある。こういう脱出クエストって、協力プレイ必須の場合がほとんどだけど、あの二人にあれしろこれしろって指示を出されても、答えられる気がしないっすわ。今のなしで。ま、厄介な二人だってことは同意する。だよね。一緒にいられるかどうかって観点だと、アズール氏は、無人島から脱出させてほしいなんて頼んだら、後から高くつきそうで怖い。それに二人してヒットポイント切れでゲームオーバーになりそうだし、帰れなかったら意味ない。過酷な状況にある程度慣れてて、適度なテンションと距離感が保てて、無茶ぶりしてこない人。ジャミル氏は割とありかも。スカラビアの副寮長ね。うん。顔を見れば挨拶してくれるし、うざがらみしてくるわけじゃないから距離感的にはセーフかな。カリム氏の従者っていうからにはボディーガードも兼ねてるよね。ってことは体力もそこそこあるはず。それにアニメやゲームでよく見る従者ポジのキャラって基本的に高性能のオールラウンダーだし、危機的状況でも冷静に対処できそう。脱出できる確率も高いと期待したいところ。長々と語られてどうしたもんかと思ったが、結論が出たようでよかったぜ。インタビューの回答としてはこんなもんで十分だろう。次の質問だ。もしイグニハイド寮以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますか？なんでそんな僕向きじゃない質問ばっかなの？どう考えてもイグニハイド以外無理でしょ。まあでも回答するなら、大前提として陽キャの寮はお断り。スカラビアは宴の頻度が高いらしいからパス。みんなで一緒に食事した上に歌って踊るとかきつすぎる。ハーツラベルもポムフィオーレも絶対に無理。夜中のゲームも駄菓子も禁止されたらやってられない。その点サバナクローって許そうだけど、肉体派揃いって設定がそも拙者に適性ゼロ。自覚があるようで何よりだ。オクタビネルはなし寄りのありではあるけど、あの物騒な二言は距離を置きたいところ。おい、全部なしとか言うんじゃねえぞ。いや、まだ全部なしとは言ってないですし。あの暗い雰囲気のディアソムニアならギリどうにか。へえ、なるほど。お前もマレウス・ドラコニア信奉者の一員になるわけか。笑えるな。そういうのはめんどくさい。強いから有名だからって同調圧力をかけられるのは勘弁ですわ。それについては同意見だ。多数派の意見を押し付けられるのは迷惑でしかない。そう。推しは自分で選ぶから思いもよりたぎるというもの。ということで、拙者は一生イグニハイド推し。推し？まあいい。思いのほか時間を取られたし、これ以上話を長引かせる趣味はね。これでインタビューは終わりだよね。お疲れレオナ氏。拙者は部屋に戻らせて。バカ言ってんじゃねえ。まだインタビュー後のお楽しみが残ってるだろ。ごくり。幸運のギフトってやつですか。分かってんじゃねえか。うぐぐ。できれば遠慮したい。
でも幸運のギフトなんて素敵だね。兄さんの感想楽しみにしてるよ。ってオルトに言われてるんだよな。よし、どんとこいですと。覚悟が決まったようで何よりだ。それじゃあこの俺が盛大に祝ってやろう。イデア、誕生日おめでとっさん。